今回はフラグメント、スライスして切断、スライスしてコンパウンド化、排他的論理和について説明していきます。これらのツールは、こちらのプルダウンメニューで表示することができます。最初にブーリアンフラグメンツについて紹介します。フラグメント、断片化の対象となるのは、こちらの球体と立方体です。このコマンドを実行する前に、2つの図形を選択します。そして、ブーリアンフラグメンツコマンドを実行します。するとビューには変化がありませんが、モデルにフラグメントが追加されています。これを展開すると、立方体と球体があるのがわかります。この状態では、断片化を確認することができませんので、ドラフト、ワークベンチでダウングレードして確認してみたいと思います。モデルより、ブーリアンフラグメンツを選択します。そして、ダウングレードボタンを押します。すると、このように3つのソリッドに分解されました。各ソリッドを選択すると、このように分離されていることがわかります。断片化されたソリッドは、さらにダウングレードすると面に分解することができます。このようにフェイス、面に分解することができました。次はスライスアパート、スライスして切断する機能について説明します。この円柱を、こちらの面で切断します。パートワークベンチに切り替えておきましょう。2つのオブジェクトを選択します。そして、こちらよりスライスアパートツールをクリックします。すると、このように面に沿って円柱が切断されているのを確認することができます。モデルには、エキスプローデッドスライスが追加され、展開すると2つのスライスを確認することができます。こちらのスライスを選択して移動してみましょう。このように、分離されたスライスは移動することができます。これがスライスアパートツールです。次はスライスしてコンパウンド化する命令について紹介します。こちらの立方体と面を使用してスライスしコンパウンド化を行います。最初に2つのオブジェクトを選択します。そして、スライストゥコンパウンドをクリックします。すると、このようにスライス面が作成されます。そして、スライスオブジェクトがモデルに追加されます。このようにコンパウンド化されたスライスオブジェクトは、ドラフト、ワークベンチでダウングレードしなければ、分離して移動などができません。それではドラフトワークベンチに切り替え、ダウングレードしてみましょう。こちらのスライスオブジェクトを選択した状態でダウングレードします。すると、モデルには、2つのソリッドに分解されたことがわかります。それでは、こちらのソリッドを移動してみましょう。このように、スライストゥコンパウンドは、分離した後ダウングレードしなければ移動などができません。それではパートワークベンチに戻り、ブーリアン XOR、排他的論理和について説明します。このように、図形が重なっている場合、共通部分を取り除いた部分を抽出するのが排他的論理和になります。コマンドを実行する前に、立方体と円柱を選択します。そして、ブーリアン XOR をクリックします。すると、このように、立方体と円柱の共通する部分が取り除かれた図形となります。これがブーリアン XOR コマンドです。